こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆山と言います。武器とか防具を作るのが好きです。今回は鬼滅の刃に登場する胡蝶忍の日輪刀を作っていました。忍の日輪刀はやはりこの刃の形がとても独特で特徴的かなと思います。それでは早速作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃のパーツを切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。刃の根元にある漢字をテンプレートを使ってペンで写し取ります。写し取ったものを参考に切り抜いていきます。カッターナイフだと小回りが効かないのでデザインナイフというものを使ってます。ホームセンターで売っています。長方形に切った工作用紙と COS ボードを瞬間接着剤で接着します。それを先ほど文字を彫った部分の裏側に接着します。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。ちなみに棒の中身は鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので少しでも曲げやすくするためにまずはカッターナイフで皮を剥いてしまいます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。棒をグルーガンで接着していきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。棒の反対側の隙間を埋めるために棒と同じ厚みに切った COS ボードを瞬間接着剤で接着します。もう1枚の刃をグルーガンで接着していきます。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃先に瞬間接着剤を塗って補強します。たっぷりと塗ってこぼれた分はいらない布などで拭き取ります。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。表面がボコボコしているのでグルーガンの先端で撫でて平らに仕上げます。ハンダゴテの熱で文字を彫ります。ハンダゴテはホームセンターやダイソーで買うことができます。最後に端に1枚パーツを瞬間接着剤で接着したら、これで刃の組み立てが完了となります。つばを組み立てます。まずは縁取りを接着します。瞬間接着剤はすべて100均のを使ってます。つばの穴に刃の棒部分を通して瞬間接着剤で接着します。柄を組み立てます。3枚あるパーツをまずは瞬間接着剤で接着します。端が角張ってるとおかしいのでカッターで斜めに切り落としておきます。グルーガンで刃の棒部分を接着します。できた隙間を埋めるために細長く切った COS ボードを隙間に接着します。柄の両端に1枚ずつパーツを接着していきます。つばの模様をマジックで下書きします。
下書きに合わせてグルーガンを盛り付けていきます。一通り盛り付け終わりました。これにて組み立て完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらベースカラーとして刃には黒、残りの部分には灰色をラッカースプレーで塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで300円ぐらいで買った商品を使ってます。刃をエアブラシで暗い銀色に塗ります。引き続きつばの内側や柄の持つ部分を塗っていきます。使っている塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーです。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。動画ではエアブラシを対応しますが、ラッカースプレーなどでも OK です。刃の色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットの上にたくさんマスキングテープを貼り付けます。そして型紙をペンで写します。カッターナイフで切り抜いていきます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売られています。切り抜いたマスキングテープを刃に貼り付けます。一通りマスキングし終わりました。刃を銀色に塗ります。刃先に刃文を描きます。これはエアブラシがないと厳しいので、持ってない方は省略してもらってもいいかと思います。マスキングテープを剥がします。残りの部位を塗装するために、まずはマスキングをします。そしてオレンジ色を塗ります。刃の文字部分を灰色に筆で塗ります。一通り塗り終わりました。柄糸を巻きます。柄に平たい紐を巻いていく作業となります。紐は手芸店で購入したものです。ずれてこないように巻きながらところどころグルーガンで接着してます。柄糸の巻き方は過去に作った日本刀の動画で詳しく解説しますので、気になる方はそちらをご覧ください。端まで来たら柄糸を結んで仕上げます。この端の結び方はインターネットで検索して出てきたサイト様を参考にさせてもらいました。リンクを貼っておきます。というわけで完成です。全長は100センチ、重量は 130g となります。中に鉄の棒が入っているのでとても丈夫です。簡単なことで壊れることはありません。振ったりしても大丈夫です。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。この硬化スプレーがあると接着が非常に早くなり作業がはかどります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。ガストーチで熱して曲げ癖をつけます。ライターでもできます。ヒートガンという熱風を出す道具でも可能です。ヒートガンはホームセンターで売られています。引き続き端と端を接着します。このような接着しづらいような場所の接着時にはアルテコスプレーを使うととても楽になります。ぜひ試してみてください。全体的に丸まってしまっているので熱を加えて手で押して平らに仕上げます。端にあるパーツを接着していきます。模様部分を縁取りします。まずは薄い COS ボードを細切りします。そしてそれを瞬間接着剤で接着していきます。接着が終わりました。グルーガンで模様を描きます。模様はペンであらかじめ下書きしておきました。刀と同じ手順で塗装します。造形ベースを塗って、ベースとして灰色を塗って、次に白を塗ります。細かな部分を金色で塗ったら完成です。鞘の全長は80センチ、重量は 60g となります。すべて作るのにかかった制作時間は21時間、材料費は1500円となります。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点などを載せてます。作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。
動画の内容に関して質問があればコメントでどうぞ。鬼滅の刃の動画は他にもあります。炭治郎、善逸、伊之助、そして義勇のもあります。ぜひご覧ください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるので、ぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもあります。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。